北極百貨店のコンシェルジュさん、原作漫画とアニメ映画を比べてみた。ということで今回取り上げるのはアニメ映画北極百貨店のコンシェルジュさんです。動物がお客様の北極百貨店で新人コンシェルジュとして働く人間の秋野さん。彼女と絶滅危惧種との交流を高級百貨店を舞台にして描いた作品が北極百貨店のコンシェルジュさんになります。原作は西村土香さんが書いた漫画で、商業主義と絶滅危惧種を掛け合わせたちょっとした風刺的な物語になっていて、その独特な世界観とシンプルな絵のタッチが注目され、文化庁メディア芸術祭漫画部門で優秀賞に選ばれています。その漫画が2023年にアニメ映画として公開されていて、原作漫画の世界観を大切にした絵のタッチや主人公の秋野さんが頑張る姿が共感を呼び、原作漫画ファンだけではなく働く人たちの心をつかむ作品として話題になりました。アニメの物語は漫画と同じなんですが、アニメだから映像だからできる演出が加えられたりもしていて、舞台となっている北極百貨店がより身近に感じられるものになっていました。なので今回はアニメ映画北極百貨店のコンシェルジュさんを原作の漫画と比べながら紹介していきたいと思います。アニメ映画北極百貨店のコンシェルジュさんは2023年に公開された70分の作品で、原作は西村土香さんの全2巻の漫画になります。漫画は全2巻の中にそれぞれ5話ずつの物語があって、全10話からなる作品なんですが、アニメではその中から7話のエピソードが描かれていました。ただ漫画では1話ごとに完結している物語をアニメでは同じ時系列で起きているように描いていて、それによって少しずつ成長していく新人コンシェルジュの秋野さんの様子が見れるようにもなっていて、その分アニメはお仕事アニメ、主人公の成長物語のようにもなっていました。これが漫画とアニメの大きな違いでもあって、漫画でも主人公の成長は描かれているんですが、漫画はそこよりも各エピソードに登場する動物に焦点が当てられています。アニメでは途中でまとめて説明されていましたが、漫画では1話ごとにメインとなる動物の絶滅してしまったその経緯が説明されています。その理由はどれも人間によるもので、人間の欲のために絶滅してしまった動物、それが原作者の西村さんが描きたいことでもありました。アニメではバーバリライオン、極楽インコ、ケナガマンモスが絶滅した経緯は説明されていませんでしたが、漫画にはその経緯も書かれています。で、その人間が滅ぼしてしまった動物たちを消費社会の象徴ともいえる百貨店を通して描くことで、一種の皮肉、風刺的作品になっているのが漫画北極百貨店のコンシェルジュさんになります。西村さんは漫画2巻の9話と10話の間に書いた話を読んでいただきたい部分と言っていますが、その部分はアニメでは後半のエルルさんと常盤の会話を通して描かれています。ただアニメはその風刺的な部分を残しながらも、あくまで主人公の秋野さんを中心に描いた作品になっていて、彼女がお客様と触れ合うことで成長していくその過程が働く女性たちの間で共感を生み、さらにそんな女性たちの背中を押す作品となっていきました。また劇中で描かれている誰かが喜んでくれることが嬉しい、そんなコンシェルジュ精神は誰もが持つことができるというエルルさんのセリフはアニメオリジナルのセリフで、アニメ作品のテーマがこのセリフを通して表現されていたように感じます。さらにアニメらしさというと北極百貨店そのもので、漫画では色がついていませんが、そこに色がつくことでアニメでは北極百貨店の豪華さやきらびやかさが描かれていました。エンドクレジットには取材協力として日本橋高島屋、新宿高島屋、伊勢丹、レストランジョエル・ロブションの名前が並んでいて、
監督は高級店ならではの広さやきらびやかさを参考にしたと言っています。さらに北極百貨店のフロアの中央にあるエスカレーター。これは世界初の百貨店とも言われているフランスのボンマルシェ百貨店のエスカレーターを参考にしながら描いたそうです。なのでアニメの中の北極百貨店からは随所にその高級感が伝わってきて、だからこそそこで必死に働く秋野さんの姿がよりリアルに見ている側に伝わったんじゃないかなと思います。またアニメオリジナルといえば物語の冒頭、子供時代の秋野さんが出てきますが、これはアニメオリジナルの描写で物語の最後にその冒頭の映像につながるループ感、それは映像だからこそ描くことができる演出になっていました。さらに漫画にも出てきた北極百貨店の CM ソング、これを聞くことができたのもアニメならではだなと感じます。ただアニメオリジナルの描写を加えながらも原作漫画のシンプルな世界観というのはきちんとアニメにも受け継がれていて、いろんなものが置いてある百貨店が舞台なのにごちゃごちゃしていないすっきりした雰囲気というのはアニメでも伝わってきました。また主人公の秋野さんの働く姿、彼女はお客様のためにいつも走っていて、それについて原作者の西村さんは朝ドラのヒロインの影響を受けたと言っていましたが、その雰囲気はアニメでも描かれていて、映像として秋野さんの動きが見れる分、彼女のまっすぐさ、必死さがよりダイレクトに伝わるようになっていたと思います。さらに劇中で描かれているコンシェルジュとしてのおもてなし、これも原作漫画のままなんですが、作者の西村さんは参考文献として日本橋高島屋コンシェルジュの最高のおもてなしと究極のサービスコンシェルジュのすべてを挙げていて、アニメではそのコンシェルジュの仕事を秋野さんを通して実感できるようにもなっていました。なのでアニメ映画北極百貨店のコンシェルジュさんは原作の漫画の世界をそのままアニメとして描いていて、漫画の優しい雰囲気がアニメからも伝わってくるんですが、そこにアニメオリジナルのテーマを加えたことで、よりたくさんの人の心に響く作品になったんじゃないかなと思います。なので、ぜひ北極百貨店の最高のサービスを映像を通して堪能してほしいんですが、原作漫画にはアニメでは描かれていなかったモーリシャス同等、クワッガ、ジャイアントモアのエピソードもあって、作者の西村さんが伝えたかった人間によって絶滅した動物を知ることができるようになっているので、漫画とアニメの両方で北極百貨店の雰囲気を味わってみてください。ということで今回は北極百貨店のコンシェルジュさんについてのお話でした。